こんにちは、ホーズライフです。皆様いかがお過ごしでしょうか？私が住む場所では、なんとなく秋らしい風が吹き始めてきています。さて、今日はこれを手放したら暮らしが激変したというテーマでお話ししていきたいと思います。いつかのためのもの、いつか使うかもしれないってなんとなく取っておいたもの、未来のためを思って残しておいたはずなのに化石化してしまったものがたくさん。手放して本当に良かったです。例えばこんなものです。ありすぎる筆記用具、社名が書かれたもの、ペン先が太くて書きにくいもの、旅行のお土産。このケース2杯分ぐらい持っていましたが、お気に入りのペン数本だけを残して他は思い切って手放しました。ボロボロなタオル、いつか掃除に使おうって取っておいたけど、結局置きっぱなしになってしまっていました。いつかじゃなくて、今掃除しないとタンスの肥やしになってしまうと分かったので、今掃除してすぐに手放してしまいます。懐かしの MD や CD。学生の頃、MD が流行ってたんですよね。今はすっかりサブスクの時代。MD の機器すら見かけません。50個以上あったものを思い出に2つだけ残して手放しました。CD も厳選して夫婦合わせて10枚に。一度読んだきりの本や雑誌。本棚の半分以上、ピカピカなままの本が置いてありました。今手に取らない本はすべてブックオフに。最近は図書館通いをしています。図書館で何度も繰り返し読むようになったら、その時に初めて買う。読まない本を増やさない。これ節約にもなっています。缶、箱、瓶。かわいい、素敵って思うがゆえに、いつか使いたいなーって取っておいていました。だけど結局使わない。どんなに素敵でも今使わないものはすべて手放しました。これらはほんの一例ですが、なんと45リットルの袋20袋くらいゴミに出しました。本当に大変だった。でもだからこそ今やってよかったって思いました。体が動くうちじゃないとこれはできない。今日が一番若い日。使わないものは今のうちにどんどん手放す。これがきっと未来の自分への優しさとなり、家族への小さな思いやりになる。手放していくうちに肩の荷がふっと降りた気がしました。掃除を複雑にするもの。手放すだけで楽になるものがある。手放すだけで好きになれるものもある。まずはゴミ箱。以前は各部屋に置いていましたが、今は2つしかありません。2階のキッチンと1階の洗面所の2カ所。ゴミ箱を手放したら、ゴミの回収もゴミ箱の掃除も断然に楽です。各部屋で出たゴミはキッチンのゴミ箱で捨てる。慣れてしまえば不便さは感じません。排水口の蓋。お風呂場、
洗面所、キッチン、もともとついていた排水口の蓋、すべて外しました。洗面所にはセリアで買ったこれ。お風呂はダイソーのこれ。キッチンはこれ。面倒な排水口掃除の手間が半減しました。玄関のラグ、洗面所のラグ、トイレのラグ、キッチンのラグ。敷いておくとおしゃれに見えるんですが、掃除の邪魔になるし、不衛生になりがちなんですよね。手放してみたら床掃除がとにかくスムーズです。だけどここだけは小さなラグを置いています。おもちくんがソファーから飛び降りるので滑り止めとして使ってます。だけどこれも布以外に変えたいなと思っているところです。専用洗剤。今までは場所ごとにあれこれと専用洗剤を置いていました。だけどいろいろありすぎて使いこなせなかった。ボトル自体にもホコリがたまる始末。場所ごとの専用洗剤は手放して、今はこの4つを使い分けています。キッチンハイターはキッチンだけじゃなくてトイレやお風呂でも使ってます。濃度を変えたり、組み合わせて使うことで効果に強弱をつけられるのもお気に入りです。それから食器用洗剤と手洗い洗剤はこれマルセイユ石鹸に集約しています。洗剤を買い足す頻度も減ったし、在庫管理もとても楽になりました。当たり前にあるものをなくしてみる。増やすことをやめて減らしてみる。掃除がシンプルで心地いいものに変わったことは、私にとってもこの家にとっても嬉しい変化となりました。洋服、靴、バッグ。2年間かけて8割を手放しました。洋服は約20着に、靴は5足に、バッグは2つに。衣替えがいらなくなって楽だし、コーディネートは即決。少ないから色あせるまで着尽くせる。風通しがいいから防虫剤も不要。いいこと尽くしです。洋服を減らすと自分の個性までなくなってしまうような気がしていましたが、それは全くの誤解でした。むしろ自分らしさを見つけることができた気がする。自分にとってちょうどいい量は？心地いい質感は？デザインは？何を残したいか真剣に考える。本当の自分を思い出す旅みたいでワクワクしました。そうやって選んだわずかな洋服、靴、バッグ。今はお気に入りしかありません。たくさん持っていた頃よりずっと気分がいいです。色。3年前までの我が家。多くの色が混在した賑やかな空間でした。生活感の主張が強くて、なんだか家中がいまいち。センスがないのはもうしょうがないかって諦めてました。そんな時見たこんな情報。色を削ぎ落とすことでホテルライクになる。センスがなくてもおしゃれは作れる。白、黒、プラス3色までに抑えると良いのだとか。これはやらない手はないということで、我が家はグレーと濃い茶色、差し色に緑、この3色で整えていくことにしました。まずやったのは、出しっぱなしの生活感をしまうところから。それから徐々に
インテリアや雑貨の色を合わせていく。部屋のノイズがどんどんかき消されて、窮屈だった空間がだんだん広々と感じられるようになりました。センスの有無は私には語れません。だけど、前よりもずっとしっくりきている感覚があります。生活をするための場所が自分を満たすための場所になり、家が好きになりました。今の家と暮らしに感謝をして楽しむ贅沢。これがたくさんのものを手放して私が得たものです。最後までご覧いただきありがとうございます。皆さんの手放して良かったものについてもコメント欄でお聞かせいただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。